ブロンというブランドは面白くて、暖色系と寒色系が、ラインナップの中ではっきりと分かれてるんだけど、今回は、そんなブロンの中でも暖色系が、外部レビュアーの手によってブラッシュアップだ。というわけで、やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ブロンの新作イヤホン、ブロン Z300。Z シリーズは最近 Z200 を皮切りに始まった、ブロンの新シリーズ、なんだけど、Z200 は、過去シリーズ、BL シリーズの寒色系ドライバーを、より装着しやすい形状と、より安価な価格で搭載した、ブラッシュアップ版という趣だった。今回の、Z300 も、ある意味ブラッシュアップなんだけど、大きな変化もある。それは、ブロンで初めて、このモデルが、外部コラボ品だということ。今回は、HBB の協力を受けて、チューニングを変更。暖色と寒色がはっきり分かれる、ブロンのイヤホンの中でも、暖色系の素材をベースにしたモデルなんだけど、重量のあるハウジングと、外部の知見がバッチリ組み合わさって、ブロン系の暖色イヤホンの、一歩先を実現した一台となっているぞ。Z300 は、フェイスプレートが印刷の関係でフラットなものに変更になっているものの、装着感の重要な要素である、自足の構造は、ブロン BL7 のものをそのまま有用しているぞ。ただし、表面仕上げは変更になっていて、光沢のあるラメ塗装だった BL7 から、金の鏡面メッキ仕上げと、塗装のマット仕上げの2択が選択できる。塗装仕上げの方は、より質感が高まっていて、ブロンの過去の鋳造系ハウジングの中でも、最もしっかりと整った質感を持つぞ。ケーブルも同様に、従来のものより高質感なものに変更。イヤーピースも、耳から勝手に抜けちゃう。ちょっと傘の角度が急なモデルから、一般的な傘の形状の、そのまま使えるものに変更になった。付属品と質感に関しては、1ランクアップしたと言っていい。装着感に関しても、BL7 譲りの、重量感こそあるものの、耳を必要以上に圧迫しない形状のおかげで、特別耳が小さい人以外には、特に問題なく使用できるものとなっているぞ。ブロンの振動板はいつもそれっぽい名前で、詳細が明かされないんだけど、今回はポリマー振動板。つまり、金属やカーボン素材のコートの施されていない、割とオーソドックスな樹脂系振動板を採用している、ということっぽい。ブロンは従来機では、カーボン系振動板と、樹脂系振動板に大別できて、樹脂系振動板は、どれも暖色傾向が強く、カーボン振動板は、どれもソリッドでドライな寒色傾向の音として完成したモデルが多い。今回の樹脂振動板は、今までのほぼ全てのブロンと同じ、10mm、振動板のサイズではなく、振動板の種類と外装の重量なんかで差別化されたモデルだ。Z300 に関しては、重量のあるハウジングと、それから、暖色寄りの振動板、ここにさらに、HBB のチューニングが加わる。あくまで個人的な今までの HBB イヤホンを触った印象だと、HBB コラボ品は、原型モデルに比べて、高音域が優しくなり、中低音域あたりの量感が増しているモデルが多い印象。なので、寒色モデルがベースのイヤホンに HBB コラボが入ると、ちょうどいい塩梅になることが多いんだけど、もともと暖色のモデルに HBB の手が入ったモデル、というのはここまで聞いたことがない。暖色傾向に暖色系レビュアーのコラボ、というのは聞いたことがないんだけど、寒色傾向の TRN のイヤホンに、TRN がさらに寒色傾向に音が変化するイヤーピース、TRN キップスを組み合わせた時には、お前、何事にも限度ってもんがあるだろ。となったのは記憶に新しい。案外、寒色系には暖色系の変化を、暖色系には寒色系の変化を組み合わせると、いい塩梅になることが多い、というのが、従来のイヤホンを触ってきた印象だ。それじゃあ、暖色系のレビュアーが、素体が暖色だった、ブロン Z300 というイヤホンに手を加えたらどうなっちゃうんだろうか？その答えは、実際に聞けばわかるだろう。Z300 の音質は、基本的には、暖色傾向がかなり強いブロンだ。ただし、残響などは結構しっかりと止められていて、音が混じりすぎない、ちょうどいい塩梅になっている。個人的には、ブロンマックスなんかは、若干分離感の方まで音の濃厚な表現がかかってしまっていて、やりすぎ感があったんだけど、Z300 の場合、優しい高音域、力強い中音域、そして低音域。ただし、高音域をマスクしてしまうような分厚すぎる中低音はないので、全体の見通しはある程度効くようになっている。そのため、結構暖色寄りなんだけど、空間を意識することができる。全体的には暖色系の仕上がりで、高音など、突然、空気を引き締めるような音を目立たせるのは苦手なものの、スローになりすぎず、また、音を切り分けにくいといったこともなく、寒色好きが納得できる、暖色系の弱点を丁寧に潰した暖色機、といった塩梅になっている。
代わりに、極端な暖色傾向の時に現れる、低温の異様な熱気とか、ボーカルの近さなんかはないので、暖色と寒色の良いところをちょいちょい取ったようなバランスだな。実は、ファイバー振動板を使った、ブロン BL7 に近い。ただし、BL7 は、高温域の金属音などが主張するバランスになっていて、両者の印象は全く異なる。BL7 はよく沈む中音域以下に、キラキラとした高音域が組み合わさった、足して割らないタイプの、寒色系の良さも持った暖色機、というバランスで、逆にこっちは、足してちゃんと割ったからこそ、しっかり整理されて音が聞こえる良さがあるな。多分、音としては BL7 の方が近いとしても、より低音域よりの BLMAX の方が、好む人の傾向は近そうだ。それから、最近は HBB コラボが数多く出現しているだけあって、同価格帯に似たようなサウンドバランスのライバルが大量に出現する状態になっている。5000円近辺で、HBB コラボでない商品だけでも、ちょうどピクーロ、EW100P などの、直近のモデルも、若干の暖色感と、全体の雰囲気の似たモデルが出てるな。その中で、Z300 がそれらライバルより優位に立てるポイントは、重量のあるハウジングによる、性能の良さ、そして HBB コラボ品の強みである、ゴリッと前面に出てくる高音がないことだな。そこら辺がうまく優しくまとまっていて、それでいて分離感が残っているサウンドが好きなら、Z300 は手持ちの中で生きると思う。また、この価格帯の1ダイナミックドライバー HBB コラボ品というと、9KZ 特販や、もうちょっと価格は上になるけど、TRI-K なんかが浮かんでくる。で、そのあたりのモデルって、チタンもしくはカーボン系のコーティングが施されていて、今回の Z300 よりも、高質なポイントが浮き出る音なんだ。それがなくなった、樹脂系で、なおかつ、重量のある金属系ハウジングの Z300 は、HBB 好きな人にこそ、違いを確認したくなる一品だと思う。しかも、それを簡単に確認させてくれる価格の安さもいいよな。というわけで、BLONXHBBZ300 は、きちんと分離感と解像度を残しながら、しっかりと暖色に振って、人間の声などを優しく出力できるイヤホンだ。装着感もいいが、ちょっと重量感がある。この重量のある本体のおかげで、無駄に残響が残らず、暖色系で、場合によっては高音域を阻害してしまう、ゆったりした低音域を、ちゃんと音色として切り分けて、それぞれの音域を聞き取りやすくしているぞ。空間も適度に広く、また、すぐに壁にぶつかっている感じがしないので、余計な脚色、情報がなく、それでいて音本来の情報量は多め、という、暖色イヤホンなのにしっかり各音色が分離できるイヤホンだ。1万円以下の HBB コラボは、非常に選択肢が多くなっていて、同じ人が、同じ目的で作ったイヤホンなのに、そこに至る部品選びなどの過程が異なると、最終的に、同じゴールを目指したはずなのに、最後の味に違いが出る、という、面白い現象を確認できる、中華イヤホンブランド聞き比べ勢には、大変はかどる一台になっている。また、同じ HBB コラボとはいえ、土台や仕上げは各ブランドの癖が見え隠れするあたりも面白いよな。コラボイヤホンがいくつ出ても、全く飽きないのは、こういった部分が大きいと思う。最後に、このイヤホンのライバルになるのは、同じ HBB コラボイヤホンだと、9KZ 特販、KZPR2、そして、今はなきミールの代わりにオリナとかだな。平面駆動 13mm と、10mm ダイナミックドライバー、そして、10mm ダイナミックドライバーの中でもそれぞれ違う傾向などなど、ドライバーの違いによる最後の味付けの違いが感じられて面白い。HBB コラボではないモデルだったら、同じブロンのブロン MAX か、BL7 がライバルに上がる。どちらも暖色系で、BLMAX は、この Z300 が出る前は、ブロン系のイヤホンのうち、暖色系のラインナップで一番おすすめだった。より大きいダイナミックドライバー、重量のある外装と、暖色系イヤホンを作るのに、より適した要素を持っている。そこに、HBB の一手間が入ると、どういうことになるか、それを体験できるのが Z300 だ。個人的には、現在聞いた感じでは、より分離感と解像感の高い Z300 をおすすめしたい。それから、BL7 は、同じシェル、同じサイズのドライバーを持ちながら、HBB チューニングであること、それから、振動板も違う。BL7 は、個人的に、ブロンの中でも傑作に感じている一台で、全体はウォームかつ暗い雰囲気の中を、線香のように高音域の金属音が照らしていく一台だ。似たようなアプローチだと、愛好の OH10 が有名なんだけど、BL7 は、高音域の質感、中低音域あたりの音がしっかり空間にこもってる感じ。OH10 のハイブリッド型らしい、はっきりした高音域と低音域の違いに対し、1ダイナミックドライバーから出ている、BL7 ならではの良さがある。対して、HBBZ300 の方は、この温度差が全くない、暖色で高音から低音まで通した、統一感のある音色だ。かなりキャラクターが違うので、
ぜひ、Z300 のみでなく、ブロンのみの手で到達した、ブロンだけの到達点である BL7 と、それから、ブロンの作り上げてきた暖色機に、最後の HBB というツイストを加えた結果である Z300 の両方を楽しんでみてほしい。ブロンクラスの価格なら、コレクションしてそれぞれを比較する、という楽しみ方も、実に手軽に楽しめるからな。といったところで今回はここまで。HBB コラボ製品、これはこれで揃うと面白い。